始まりました。都市と写真。今日は暑いので梅田の地下に来ています。ここは以前も紹介した場所、梅田の阪神百貨店のすぐ横の地下空間です。大きな柱がたくさんあるのが特徴で、以前ここはもう一度チャレンジしたいと言っていたのを覚えている人もいるでしょう。はい、すでにカメラを出していますけど、どういう狙いかわかりますか？この目の前の柱に囲まれた空間、ここに複数の人を配置して撮りたいと思っています。以前撮ったのは人を一人配置したものでした。これはこれで悪くないんですけど、この柱と奥行きのあるレイヤー空間を生かすなら複数の人の方がいいなと思っていました。口で言っても伝わりにくいと思うので、これからどういうことなのかをお見せします。今ちょっといい感じ。こういうの分かりますか？ちょうど柱の隙間から人が見える瞬間、それが綺麗に3つ重なったタイミングで撮れています。こういうのを狙っていきます。で、これは基本運の要素が大きいので、もう数を打っていくしかありません。枚数取って後からいいやつを選び出すという作業です。取ったものを選び出すところもご覧ください。例えばこれだといまいち。やはり2人だと弱いんですよね。最初に見せたように3人、できれば4人とか、そういう同時性を取りたいです。これも2人、左サイドに固まってしまいました。右サイドのこの空間も埋めたいです。これいいですね。これは1、2、3、4、5。5人の人がバランスよく全てのレイヤーに配置されています。ということでこれは採用。次のショット。これも悪くないですけど、さっきのショットに比べると落ちます。はい、次。これはもうまあまあ。これは3人配置できました。ただ人が多く映っていればいいというわけではなくて、ちゃんと配置すべき場所に人が配置できている瞬間を狙っています。そんな感じで撮り続けていると、ついにそのタイミングがやってきました。はい、ここです。これは1、2、3、4、5、6人の人を配置することができました。各レイヤーに1人ずつ綺麗に配置できてますよね。これは実際撮っている時は全然手応えがなくて、後から見返してびっくりしたショットです。動画を見返してみると、その直前までは2人くらいしか人が映っておらず、次の瞬間に一斉に4人が影からパッと出てきているのがわかります。こういった奇跡的なタイミングは予測できないからこそ数が必要になってきます。さて次はちょっと角度を変えました。柱を生かすという狙いは同じなんですが、角度を変えて少しジオメトリーの美しさも考えた構図です。人が通るのは一番手前と一番奥とその間、3つのレイヤー、この3つのレイヤーに配置するのが狙いです。これもほぼ運ゲーになります。運ゲーというと印象悪くなりますね。数をこなすというのは意外とみんなできないです。まず数さえこなせばという状況を作り出すことが難しいんですよね。なのでここまで来たら運ゲーですけど、この状況を作り出すのは十分クリエイティブですし、撮れた写真を後から選び出す作業も重要なので、決して運だけでは撮れない写真ということは声を大にして言っておきたいです。そうこうしている間に何枚か撮れました。悪くないですが、やはり2人だとタイミングという意味ではちょっと弱いです。こちらは3人ですが、手前のレイヤーを活かせていないのがマイナスです。これも2人。撮っていて分かったのは2人までは結構いけるんです。でも3人揃うのが急に難しくなります。
結局この構図で揃えることはできませんでした。こっちは人を一人だけにして純粋にジオメトリーの美しさを切り取ったもの。これは普段撮ってるタイプの写真ですね。もう一枚別角度でジオメトリー系のショット。建築美に焦点を当てた写真も楽しめました。この日は一つの場所で670枚、ひたすらシャッターを切りまくりました。人を複数入れるか一人に絞るかで全く違う写真になるのが面白いです。後半の構図で撮った写真です。前半の構図では4枚。この3枚はなんとなくシュールなテイスト。都市という迷路に迷い込んでしまった人が見る光景のようでもあります。最後の1枚は何て言えばいいんでしょうか。この画面に人をギュッと集めた感じ。舞台上での演劇のワンシーンのようにも見えます。空間が柱によって断片化されることで一人一人にスポットが当たっているかのような効果が得られます。マイナスを上げるとするなら中央の柱による分断でしょうか。ここはちょっと大きすぎたような気がします。撮った4枚を並べて1枚の写真かのように見せるのも一つの手かなと思います。こうすれば先ほどの中央の柱でかすぎ問題が解消されます。ただせっかく1枚の一発で決めた写真を4枚並べてしまうと、なんというか合成した写真ですかって見られちゃうのがもったいない気もします。見せ方については今後もうちょっと考えていこうと思っています。今日の写真のように人をレイヤーごとに配置するというやり方はストリートフォトの伝統的なスタイルの一つです。興味がある方は世界的なフォトグラファーのアレックス・ウェブの写真を調べてみてください。ということで今日は梅田の地下で撮った写真群についてでした。いつもの光と影、シルエットという写真とはまた違うテイストの写真楽しんでもらえたでしょうか。それではまた。